胡椒もう普通に、自然な甘さに美味しいお菓子だった。で、やっぱり、これ、いや、私も最初食べましたよ。で、普通に薄味で美味しいって思ったんだけども、普通に美味しいです。美味しいでしょ。普通に薄味で美味しいけど、台湾の甘いものって激甘だったりしない？飲み物とかも時々。でも台湾の飲みそうでもない。物甘さまあ、調整できますそう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 。だからお店で何も考えずにそのままデフォルトでくださいって言ったやつを持って、いやあれやばいですよ。甘ってなるんで。誰も台湾人誰も絶対飲んでない。そうだよね。はい。普通は台湾の飲み物は普通の甘さは台湾人にとって普通じゃないですから、なんか甘さの調整は台湾ですごく細かく細かいはい、分けていますよね。細かいもうなんかステーキの点2って聞かれた時に一般とかね、1、3、5、7もうステーキハウスみたいなものですよね。コンボイってお店に行ってね、前いたポスドクの安倍さんと一緒にこう行って中国語できないわけよ。ね、もう面白い。私が意地悪したんだろうけど、安倍君さ、店員さんに、全通内茶の氷をちょっとだけ入れて甘さを半分にしたやつ頼んできてって言われて、でそれができなければそのままのやつでいいよっていう遊びをやったんだけども、やっぱりそれでパッと中国語をちょっと勉強しただけだったら無理だよね、あれ。そうですね。私もなんか長く住んでて行って、あれちょっとなんか日本語ができない人がコンビニに行って「袋いりますか？温めますか？」とか。そう、牛丼の吉野家に行ってね、吉野家ってあるの？もう日本から離れてあれだから、なんか牛丼いい時牛丼牛がなくなったとか、そう、手のパッと食べられるようなすき家なのか、なんか手のところにいてネギだくでお願いしますとか、なんとか大盛りでお願いしますとか、なんかわーっとそのね、普通にラーメン屋さんでそのラーメン屋さんの大将に替え玉が一つでとか、なんか手の会話をするわけでしょ、あそこのドリンク店でね。台湾のドリンク屋すごく複雑で、かつ中の甘さも細かく分けていて、アイスも細かく、そう、ウェイピンとかって言ってさ、サオビンとかウェイピンとかチューピンとか時々チューピンの後ろにカカオついて、チューピンでも氷が一つ二つで、あれ絶対なんか混乱するですよね。でかつ店員さんはそれを完璧に把握していて分かっていて、よどみなく作業するよね。で今はチューピンより完全チューピン全然ないやつ。全然氷一つもないやつ。あれね、薄まっちゃうのが嫌だっていう人もいるから、そういう風なのでって。そうだからあれをさっと会話できないと、飲み物屋さん結構お客さん待ってるから、プレッシャーがあるで、言った瞬間にもうさっとね、全内なんとかなんとかだから中火でだって点2って言われて、点2もう私ボキャブラリーがないから。しかも台湾人みんな簡潔に言うでしょ。もう3分糖とか出ないし、微糖微冰そうあれをさっとやれないとサクッと買えないっていう。4文字で解決します。4文字で解決。そうで四字熟語みたいな。もうそうさっで頭の中に入っててさ、聞いた方もそれがこう分かってるんだよね。であそこでそういう風に甘さ調節することがデフォルト設定になってるから、売ってるものって時々売ってる飲み物で、その激甘のやつがあったりとか、ああやってこう店頭でね甘さ指定できる場合はいいけど、売ってるものがよくわかんない。私にとっては台湾より日本のスイーツの方が時々激甘のやつが出てくるんです。そこね、いろいろ。例えば日本のスターバの限定商品、時々激甘なものが出して、あれがスタバは日本の企業じゃないから。いやでも限定商品は日本限定です。あとね、京都のとか和菓子多分抹茶とかを飲むことを前提に作られているお菓子は甘い。だから
甘い砂糖が入っている飲み物に合わせる甘いものなのか、もともと苦いよ、この抹茶は苦いわ、抹茶は元々苦い苦ですねいよ、だからそれに合わせるのははいはいはいどうって言った時に、薄い味だとどうにもならないから、は抹茶ガーンって飲んで、で伝統的な砂砂糖で、やっぱり昔のが台湾でも別に外国でもそうだけど、その砂糖とかお塩とかをたくさん入れることで、その鮮度高貴なものになりつつ、かつ保存長持ちするっていうのがあったんで、そういうふうな調味料たくさん入れる傾向にこうあったんだろうなと。そうですね多分どこにでもそれはあるんだと思う。そうで、店頭でああやってね買って飲むその飲み物は自分で調整できて、あいいなと思うんだけど、このねこっち来てこれね、あれこれさ、これ何なの？これ、あ何も入って何もかも入っていて、はい、まあちょっと一瞬ピッて止めていい？はい、一瞬パチ。はい、今何時ぐらいそう時間の問題もあるでしょ。もうそれ、17時3分。もうだからもうこれ話して終わりにしよう。もうちょろっとね。はい、バチ。はい、いきなり、はい、なんかジャンプしてるかと思いますけど、いや、っていうのは、これを持ってきたんです。これを持ってきた。で、これも激甘だよね。これ飲み物じゃないって話？本当。全然食べなく私もこれ、ならないですこれ怖くてさ、もう甘そうやん。これ多分どういうあんずとピーナッツとなんかもち米とはいオーツとかいろいろ入っているですから、これだから、豆系のがいっぱいあるから私ちょっと苦手ですよ。保存食っていうか、あ、そうですね、保存避難して食べるものがなくても大丈夫だ。これでそうですね、カロリーも缶詰ですから缶詰だから長持ちするから大丈夫だ甘いし。これは私も厳しいからね。これはそのうちうんでも好きな人好きだよね。そうです好きね。な人好きなんだよ。自動販売機にもあってさ。はい。これもう一つみんな食べているのは、はいピーナッツ牛乳。ピーナッツ牛乳。そう。あっちの方が食べやすい。でだと思います。でもピーナッツアレルギーですから。食べたことない人にね、じゃあちょっとこれ一緒に食べてみようはないから、これはいつか来るゲストのためにおお。かもしくは台湾人じゃないけど。台湾にねゲストに食べさせてくだ食べさせてね。感想を絶対聞きたいですから。でじゃああっちよりもヘビーじゃないライトなやつで、はい。コカ・コーラこれはわかる。コカ・コーラこれはわかる。ゲッピンよけとピンよけとかね。これはわかる。で、こいつ、これ何これ？サスですね。サス。何回飲んでも慣れないんだけど。これ美味しいですよ。これちょっとなんかちょっとビールみたいの原料は同じですけど。これね、じゃあいい機会です。じゃあちょっとこれ飲み干すね。で、ちょっといいから飲み干して。これのリアク怖いですか？これ怖がっています。これ怖いちょっとね、いやこれからそういうことをやるぞというのを想像しただけで緊張感が走るっていう。これね、ちょっとねグビッと飲んでいただけます。で、私もグビッて飲んでみるから半分ぐらいで。いただきます。半分。もういきなり怖いですか？いきなりいっちゃう。じゃあもうね全部飲まなくてもいいけど、ちょっとね半分ぐらい飲んだ時にどんなイエーイ、この色がさよくわかんない。はい、いただきます。コーラあたりの見た目ですよね。そうでしょ。この香り鼻に抜ける。これね、それでは炭酸系弱いいやですか？炭酸系に弱いっていうのがまず一つあるんだけど、はいこの鼻に抜ける香りがね、何を思い出すかっていうと、おじいちゃんの背中に貼られているサロンパスあ、そうですね。ちょっとでしょ。要はそれでしょ。これだから飲んだ瞬間にだからそのちっちゃい子供の頃にね、ちょっと今日は畑仕事行って背中肩凝ったりとかね、なんかあれしたからお風呂上がってきて、ちょっとサロンパス貼ってくれんかな、あそこに湿布薬あるから、でおじいちゃんここにあるな、そうもうちょっと上の方や、はいペチっ
っていうサロンバスノ思ったことないです。スタルジックな感じがするんだけどね。はい。ノスタうまいルジックのそう味だからそのね良くないですか？いやいいんだけど蘇る記憶の種類があの時のなんか浜辺でとかね、はいあの時のあそこのイタリアのカフェでとかじゃなくておじいちゃんの背お中。じいちゃんの背中にそれはまああったなっていうのがそっちの方がこうよぎってしまってすごくね微妙なね気持ちになる。まずいとかねまずくて飲めないとかねもちろん味が甘々だからいや、これコーラより薄味ですよね。そうそれでねどうもコーラよりも味が薄いし、はいその体にいいかどうかの問題をするとこっちのいや方が絶対良くないです。どっちもどっちもこの商品ですから。そう絶対毎日飲むもんじゃないよっていう風な話なんだろうけども砂糖もいっぱい絶対いっぱい入っているから。そうでだからその毎日これブラウンシュガーですよね。はいだからはい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 この色と味この色になるの味なのですよね。そこれも台湾人にとってなんか子供の時から飲んでいるから全然サロナスとは考えないね。普通に考えないね。めちゃくちゃそれを連想させる多分子供の記憶と関係あるんですよね。先生、日本人の子供時代こういうの絶対ないですから。だからなんかもうないこっちだからそうだからそのある飲み物を飲んだ時に想起される何かっていう子供時代の何かに何かとかあの時の何かっていうのがこの飲み物を飲んで飲み物をとかね飲み物を飲んで何か食べ物を食べた時のとかその飲み物を飲んでレストランのじゃなくてこれは背中にそっちの方の気持ちの方が強くなるのかなっていう今言葉にして初めて気づいたんだけどなんかすごく違和感があったのね。そうですね。甘い甘さはある何か食べ物口に何かそうしているものが、はいあ、尻尾。尻尾だとか、やばいですねそのビールと焼肉とかねビールとなんか他の何かそういうそのバーベキューとか串焼きとか鶏焼きとかねワインを飲んでなんかイタリスペインのあそこで何か食べたなとか台湾サイダーと台湾サイダーサロンパスっていうのはそれはちょっとなんか違うなっていう。はいでまあ今日はこれぐらいだよね。はい。今日はこれぐらいで多分乾杯します。はい乾杯乾杯もう終わりますははい飲み干してください。これ私にとって結構美味しいですから。ありがおめでとうとうございます。ございます。ビールを一気させ挑戦。ビール一気するのよりも厳しい感じのその喉を突き刺される感じがねやっぱ全然違うよね。泡が泡が多くてその絶えずやってくるサロンパスな香りっていうか思い出もやってくる湧いてきますよね。湧いてくる泡と一緒に思い出も湧いてきますよね。でそういやこれからアリさんはもうこれ、もう台北に帰るぞ。今日風邪気味ですか。はいね気をつけてくださいね。はいそうでこれからまあもうこのコーナーでこのチャンネルでこういう感じでっていうことはまあもうないだろうなと思うんですけどでもひょっとしたら何かの機会に次のゲストに来るかもしれません。来るかもしれませんし次のゲストにいろいろお話ししていただきでひょっとしたら遠い将来にひょっとしたらこういう形で出ていただくっていうこともあるかもしれません。はい、ありがとうございました今まで。こちらこそありがとうございます。じゃあパチで。はいパチ。